1年ぶりの車内紹介をします。やりましょうか。ベース車両はキャラバンハイルーフワイドです。早速中に行きます。中行きます。スライドドアはここだけです。リビングルームから行くか。まず入ってすぐがリビングルーム。靴をこのスライドドアにうんうん。置いて中に入りますね。そうだね。でまずここね、これソファー。これはもう座椅子ソファ置いてるだけー、ただ置いてあるだけ。しかもこれなんかもらい物でサそうイズちょうど良かったから置いてるっていうやつだね。そう、もらい物でサイズがちょうどいい。であとこのテーブルね、これ折りたたみ式でなんかほら足ぺっちゃんこになる、キャンプ用とかのね。キャンプ用の。ここのエンジンルームと同じぐらいの高さだから、こう簡単に行き来ができる。そういい点ですね。この仕切りにかけてるのは、うん、なんていうのこれ、ブランケットじゃなくてタオルケット。タオルケットか、うん、タオルケットなんか柄のタオルケットよね。そう大きさもちょうどいいからなんかここにかけてるね。そうそう、結構いろんなところにこの車内ワイヤーで物かけられるようにしてます、このワイヤーは100均のワイヤー。そう運転席と荷室の間、この裏の鉄板にこれを固定してワイヤーかけたりしてます、キッチン側をね。スライドドアのところにもそう入って後ろを見るとこんな感じになってます、でここが本棚な。ね、そういろいろあります、キャンピングカー作りの本とか行きがい。一応ねスライドドアとかもね、この辺も木張りにしてます、で手伝った部分はこういうモケットの生地を貼って断熱結露防止やってますね、ここもウッドか。天井もね。続いてじゃあキッチンな。こちらキッチンになります。海子が調理しやすい高さでこれを作ってます、この高さで結構収納をたくさん作るっていうのも、引き出しの中にこう落ちやすいこういう食器類とか細かいお箸とか入れたりしてるのと、オープンの収納棚になってて、例えばお鍋とかね、炊飯器だとか冷蔵とかしなくていい食材、米、鍋、お菓子とか、ね、調味料とか袋とかね、除菌シートとかこういうのを入れてますね。でここに大体コンロとかここに入れてるよね。そうここ相当の2口コンロがちょうど収まるように幅を決めて、この棚作った。であとラップとかここに置いてる。ネジで固定してるだけです、100均のカゴ。でここはここがシンクの下になっているんだけど、達夫の非常食がある。今に100均のカゴを置いて非常食コーナーにしてます、あと雑巾とか右側にね。でこの下は給排水タンク、ちょっと今ソファーあるからここまでしか開かないけど、給水タンクは16リットルが2つ、排水は20リットルが1つです。1週間ぐらい持つかな、頑張れば。超節水すればね。これは調理台ね。これ化粧板がもう本当に絶妙なサイズのやつがあったから、そのままポン付けだよね。そうポンって置いただけ。シンクの穴は開けたぐらい。そうだね。ほんとここぐらいだね。ここで野菜のカットとかコンロで火使ったりとかしてますね。でコンロは備え付けにはしていなくって、だからやっぱ広く使えるっていうので、そう相当の2口と岩谷の1口2種類持ってて、使い分けられるから。パスタとか2個同時に火使いたい時は2口を使って、そうじゃない時はこれを使ってます。そうだね。で換気は換気扇がついてないんだけど、基本的にこの正面の窓を開けて換気をしてます、で必要に応じて後ろのスライドドアも開けてがっつり換気もできます、水道はここにスイッチがあって、こういう感じ。さっき見せた下の給水タンクからこう出てきてるっていう感じ。照明つけてみて。照明はこのテープ LED でこうキッチン用にしてます。でここにも棚があって、そこの辺にこういう細かいカップ類とかさ、あとちょっとしたこうドライハーブとか、コーヒーとかコーヒーの粉とか入れてるんで、ここも結構いい収納になってるね。こっからね落ちたことないね、一回も。ない。どんだけガタガタの道行っても、
これで全然大丈夫だ。そうそう。こんな置き方だけどね、大丈夫です。こういうのも全然落ちないね。そう、この本もちなみに落ちたことないね。あ、ないない。地味に鏡がついてる。鏡がね。そう、コンタクト入れたり、歯磨きするときにチェックしたりとかさ。したいんで、100均のやつペタッと貼っただけ。100均の鏡の。100均の鏡。ほんでここにお手拭きがあると。そう。ケーブルにかかってるね。多分落ちたんだな。いつもはこうなってるね。そうそう。こうです、こう。次冷蔵庫行こうか。行こうか。開運。静岡の酒造さんかな、確か。で、これもらった。40リットルのエンゲルの冷蔵庫。12ボルトだけで使えるやつです。もうバッテリーから直接線を引っ張ってきて繋いでます。大容量なんだよね。そう。これもう十分よ。十分。ほんといつもなんか感心する。そして、あ、これ今日飲むやつな。牛乳とか飲み物とかいろいろ入るようになってて、2段広いのがあって、上に冷凍ゾーンが、ここにアイスとか入れておける。そうだね。これもうほんと2人分の食材十分入ります。2人でこれで、3、4日分ぐらいの食材は入るかな。そうね。であと冷蔵しなくていいやつ、野菜類とかこの横の方に置いたりとかもしてるしね。これはね、FF ヒーター。FF ヒーターです。前回の時はなかったんだけどね。その後でつけたの。真冬大活躍。これがないと無理ですよ。本当に。FF ヒーターについては取り付けの動画見てくれればわかります。エンジン止めた状態でもつけられる。で、灯油で駆動してます。ここの奥ちょっと暗くて見えないかもだけど。灯油タンクから。あ、これ。真冬に重宝します。これからね。これから活躍する。外がマイナス10度とかでも車内30度ぐらいまで温まる。ベッドね、次。ベッドはね、185センチぐらいあるのかな。広々だよ。長さ183か5ぐらい。で、幅が125ぐらい。セミダブルと同じぐらい。もうこれ広すぎなぐらいだよね、2人で寝るのに。十分な広さある。クッション作ってあるんだけど、その上にマットレス、ホームセンターのマットレスを敷いて、カインズで買った。カインズの。2つ横に並べて。2つね。置いてるね。で、その上にシーツ的な感じでひんやりシートを乗せて、ほんで、その上さらにね、冬はね、今冬なんで寝袋で寝てます。夏は寝袋じゃなくて、この上に普通に寝てるね。たまにこれも洗濯するんだけど、毎回これは洗濯しなくてもいいっていうので。そうそう。シーツね、重要だよね。固定してないです、この板は。ポンって乗せてる。土台があって、その上に乗せてるだけ。乗せてるだけだね。2枚のでっかい板に分割して設置してます。ベッドについて譲れなかったのは常設ベッドであることだね。展開めんどくさい。もう一つのその理由が下を収納にできるから。スキーとかサーフィンとか釣りとかするから、その道具を常に乗せておけるようにね。あとサップの時とかもうパンパンになるからね。たまにほんとサップ、スキーの板、サーフィンの板この2人分乗せてるけど、全部入る。入る。相当入る。そのために常設ベッドにしてベッド下収納をつけてます。内装基本的にウッド化して、その下は断熱もしてます。断熱塗料、断熱材、調湿気密シートで、その上に木を張ってるんで、かなり断熱効果あると思う。ここにはヘザーブラウンを貼りました。癒しのためにね。で、窓は開口部だけ確保してます。他は埋めちゃってる。で、あとミヤ行くか。で、一応目隠しっていうことでミヤをつけてます。運転席でバックミラー見える程度に高くして、かつ外側から中が見えないぐらいの高さを計算して作ってます。こういうのが落下防止にもなるし。落下防止に。枕はテンピュールを使ってます。テンピュールのなんか睡眠は重要。ちっちゃい。そう。で、後ろにもこうワイヤーみたいのがあって、普段はタオルをかけて。バスタオルかけてる。そう。バスタオルかけて目隠しにしつつ、普通にタオルとして使ってる。海上がりにね。棚？ベッド横の棚ね、これかなりでかい棚をつけていて、これもいろいろ入るよ。まずこの1段目は広大なスペースがあって、着替えとかそういう荷物を入れてるのと、ポータブル電源ね。ジャックリの大きいのも置けちゃう。そう。ジャックリさん後ろに置いてたりとか。エクササイズマットもあるね。バッグに衣類とかを入れて、短期の旅の時とかここに PC とかね、そう PC とか入れて全部ぶっ込んでます。で電気毛布か、でここの棚はあんま使うもんがないんだけど、
これが一番使うかな。歯ブラシがここに入っってる。コンタクトか。この辺はケーブル類かな。100均のカードがこう出しちょっと今パンパンすぎてやばいけど、入ります。これあれベープだね。夏に活躍するやつで、上にもあんまなんか使わないものがいっぱい入ってないやつ見たらこちらはね、ちょっと整理できるね。プロジェクターね。そこに映せます。超暇な時に使うんだけどね。これさ、雨降りすぎて外全然出れないみたいな時に Fire TV とかこれつないで、ここにこれ裏返したらスクリーンになるからね、ここで見れます。でスピーカーはね、ボーツつないだりして、これでいい音でいい映像で Fire TV を楽しめるっていうのもあります。ここはこういう風に開くようになってます。で前と後ろがそれぞれ開くようになって、今めっちゃ重いの乗せてるから上がらないけど、後ろちょっと開けてみるか。ここに置いてたやつらをのかした、でここがこういう感じで、この下は魔界になってます、開くようになってる。超広大なスペースがあって、普段はねシェード入れたりしてるね。そうだね、こういうシェードを入れてるね。でかさばるんで放り込んでる。長期の旅の時はこの中に服を入れてるね、それぐらいかな。これ結構いいアイディアだった。車内からベッドからこうアクセスできる。でかつここ後ろの板に下側穴開いてて、外からも届く、物入れたりはできます。でじゃあここもなかなかごちゃっと入ってるけど、ウェットスーツ入れ、でバケツが置いてあるんだけど、濡れ物でも OK ゾーンみたいな感じかな。そう、リアハッチから基本出し入れするところです。ただウェットに着替える時とかこっから取って着替えたりします。そうだね。でここはちょっとソーラーパネルのメンテナンス用にケーブルがちょろっと出てます。じゃあ続いて電気系統いきます。こちら。そうこれね、前回の時とバッテリーを変えていて、キャラバン作った時は鉛のディープサイクルバッテリーの 128Ah を2個使ってたんです、それがちょっと重いっていう問題があったんで、レノジーのリチウムイオンバッテリーに変えました。で重さで言うと重さ半分ぐらいになった、54キロが27キロぐらいになったのかな、2つ合わせてかなり軽量化できた。そう、リチウムイオンバッテリーの 100Ah のやつを2台、だから合計 200Ah になるのかな。でそれに合わせて充電器も変えてます。暗くて見えないけど、レノジーの走行ソーラー充電器っていうので、走行充電とソーラー充電を吉名にやってくれてます。これででこれがバッテリーを監視するモニター、2個つけてるんですけど、これ見やすいやつ、どれぐらい電気使ってるかとか、バッテリーの電圧 14.3V ですとか見れます。パーセンテージも見れるんだけど、これがちょっとあまり正確じゃないので、こっちを正として見てます。 99.8%。 結構乖離するもんね。そうなの。インバーターでね、これインバーター、家電を使う時用にこのインバーターを使います。米炊く時とかからそう、米炊く時ね、 2000W インバーター、最大 4000W か、瞬間最大が、かなり大容量の家電が使えます。いやごついよ。電気はね、まずここに3つスイッチがあって、これが大元の電源、今ちょっと冷蔵庫動いてるから切れないけど、でこの2つが電気、そうライトだね。これ前のライト、これが前のライト、で後ろのライト、で後ろのライトが左側のやつです。スイッチです。でこれ木にダイノックシートを貼り付けて、いい感じにした風なんだけど、手作り感満載よく見るとスイッチパネル、それもご愛嬌ということでね。でスイッチでいうとここにもキッチンのところにも3つあって、さっきちょっとやったけど、これがポンプ、キッチンの照明で、これがベッドの間接照明です。ちょっと寝る前とかね、この辺りにしたりしてね。これと同じテープライトを木に貼って反対側に照射してる状態、間接照明的な感じにしてます。これもスイッチ、ここです。ちょっとこのケーブルが出てるんだけど、これ頑張って最近整えましたで電気系統は
ここの裏の部分のスペースにあります。いろいろ収まってます。フューズボックスとかが、そうちゃっとね。でここ開ければ簡単にメンテナンスしやすいようになってます。でバッテリーもここバッテリーのメンテナンス用に穴を開けていて、ここから手突っ込んでいろいろ作業とか確認とかは普段しています。であと一応シガソケも取れるようにしてて、電気毛布とかポタ電の充電とかもここからやってる、ポタ電の充電とかで、これ走行充電とソーラー充電ができるようになってるんですけど、走行充電の線はエンジンルームのメインバッテリーから線が来てて、ここを通してここから出てきて、で充電器に行ってます。最大でね50アンペアで充電するんで、50アンペア通せるぐらいのぶっといケーブルをつないでます、そうそう700ワットぐらいいくんだよね最大で。でソーラーパネルはレノジーのフレキシブルソーラーパネルを160ワットを2枚使ってます、合計320ワットかな。こんな感じです。眩しい。160ワットが2枚縦に並んでると。よいしょ。これ結構ちゃんと充電してくれてます。今満タンだから少ないけど、充電器はこんな感じになってます。壁に固定してて。そしたらちょっと外に出て、次リアハッチ行こう、リアハッチ開けるとこうなってます。うわ、広大な収納スペース。下がベッド下収納で、ここがミヤね。でここがウェット入れのバケツ。ここ2段になってて、ここはポリタンにポリタンいけるようにしてます。サーフィン後のシャワーとかで使うような水をここに入れてるね。そうでベッド下収納にこれスイッチがあって、これライトがテープ LED で照らせるようにしてます。今は左に釣り道具で、右にサーフボードとか、ね、ジャッキ置いてあるけど、これはタイヤ交換した時のジャッキ置いてた、そのままになってる。そうで、この中ね突っ張り棒を入れていて、その上にサーフボードとか冬はスキーの板とか積んだりしてます、そうで長さ、これ海子の板が190センチぐらいあるんだけど、それがギリギリ収まるぐらいの長さです。で今サーフボード3枚置いたりして、でこれね釣り竿シーのエアコンダクトの部品を使ってこういうなんかやったりとか、引き出せるように。そうこれただここに結んでるだけだもんね。ただプランって結んでぶら下げてるだけって感じです。って感じです。っていう。一応この中も鉄板は断熱したり、タイヤハウスをアルミシートで覆ったりしてます、こんな感じです。ザッツオールで、一応冬なのでスタッドレスを履いてると。ローダウンしてるんだけどね、それ以上になんか重みで下がっててね、結構これチェーンとかつけづらいレベルになっちゃってるんだよね2インチローダウンしてます、外は。外装は特に何にもいじってない、他はこのままですね。このまんま。それでは以上になります。今年もキャラバンでいろいろ行こうと思ってます、2021年。そう。ちなみにメインバッテリーはムービングベースっていうところのリチウムイオンのメインバッテリー、これもこの前変えたばっかりです。でここの前のところのシェードは展開と収納が一瞬でできる新シェードっていうやつを使ってます。これはかなり便利です。
外して置いたりとかするとかさばるし、その作業自体も面倒だけど、これだったら超楽です。スマホホルダーはこの磁石でここにペタンってくっつくやつを使ってます。これもなかなか便利です。ついでに言うとドラレコもついてて、駐車監視機能、これで設定できるんですけど、エンジン止めた後でも監視できるようなものになってます。一応スピーカーも変えてて、サブウーファーもつけてます。フロントのドアとかもデッドニングと断熱をしたりしてます。裏側、このエンジン周りも全部一回ひっぺがしてデッドニングをしています。で車内も全体的に断熱とデッドニングはしている状態です。